監督とプロデューサーを兼任するって使う思考が全然ちゃうねん。矛盾を自分の中で抱えながらこう自分の中でこうなんでこう戦いながらやるねん。でもやっぱ補助金だけはね未だに消せない。通ってるやつ東映とかやまあいるんやろ1000万みたいなその若手こう発掘でちゃんと発掘しろよと俺を見つけろって思う。教えますね。全米をじゃんけんさせた。 Stick a GPS in me. Please! Come on! 動画やと思ったでしょう。動画なんです。 Son of a bitch! Director's Cut。 浅尾です。藤井です。鍋です。はい、今回は脚本じゃなくて仲間集めやね。前回ね、脚本がだんだん完成してきたよっていうところまで話して、まあその脚本できただけ。だから俺はまだ3人しかおらへんねんな。そう。まだね。映画作ったことあるやつはまず1人もいないと。で、ちょっと映画好きで3人プラスなんか脚本っぽいものがあるっていう状態から、で、一応多分カメラマンとかもほとんどつながりはないのに言うたらこれ。でだからそこのそもそもなんかこの映画を作る上でどうすればいいかが全然わからなくて、だから映画ってまあその出口さっきのさこう興行収入っていうには映画館に流さんとあかんわけよ、ね、この映画を作った後の出口として映画館を何に流さんとあかんとか、その辺のノウハウゼロ、だからまずそこを調べながらじゃあそもそもこの美術作っていくのとかってさ、全然映画になってくるとこうレベチやから、じゃあその体制どうやって整えるんやろみたいなところが今回ね、話せればと思います。まあ正直実際本当に映画を完成させる上で多分一番悩む部分かもしれへんよね。そのちゃんとまあ実際現場の人としては現場の一番興味のあるところというか、まあだからこれ見てくれてる人はもしかしたらさ映画をまた作りたいなと思う人もいるかもしれへんけど、ここのなんかコネクションがなくて困っちゃって何していいか分からへんみたいな人がいると思うから、そういう人には結構いい感じのもうやってくれる仲間集めやっていうのをこういうふうにしましたよって話をじゃあしてやりますと思います。はい。ほなじゃあこっち側まあここに大きくかけてるかというとかけてない気もすんねんけど、忘れてた、仲間集めて忘れてた、ここの一次マーケって書いてあるところの上に仲間集めが、手前にね実はあったということだよな。もちろんその進みながら仲間が集まってくるということもあるやんか。だからここでバッチリってわけじゃないけど、なんか映画を世の中に流すっていう中で見えてない部分ありすぎて、なんとかしなあかんってなってたから。そうやね。なんか今リサーチっつってもネットで調べてるだけやからな。これをじゃあ実際に映画作ってる人に聞きに行くとか、そういうところも含めて結構この一次マーケがそれに入るんかもしれんけど、まあそうかもね。割とそれはやったね。このタイミングだ。これが多分ね11月ぐらいなんよ今回。23年10月11月やんな、これ多分。でさっきのが、9月か2ヶ月ぐらいかけて脚本大体これ雰囲気日本語版のやつが大体できて、っていうのが11月ぐらいで、だからなんやろこの映画はこういう映画ですっていうのが、こういう映画を作ろうと思ってますっていうのがなんかプレゼンできる状態。なんとなくプレゼンできるって状態やな。そう。が今あって、これな、10月末というか11月の初め違ったっけ。いやまあそもそもこの映画を作るって何ぞやみたいなところ、何ぞやというかどっから崩していけばいいねんっていうところがやらんとあかんくて、でこれなんかこう調べたか聞いたか話かちょうどいい時期に東京国際映画祭が東京でありましたと。でこれは11月やってなんか、10月末から11月で、でここの裏側で、カンヌとかもそうなんやけど映画を取引する場所があるの。マーケットっつって映画の売り込みってこと？映画の売り込みをしてとか、なんか自分が作った映画のこうブースがいっぱいあってさ、なんか映画を売りたい人たちに対して外人がこう買い付けに来るみたいなのがティフコムで、これが世界で一番大きいのがカンヌ映画祭の裏側にあるなんとかドゥマルシェみたいなやつがあって、でそういう、ちょうどいい時期にあったのよその映画のマーケットが。でこれをめがけて、じゃあここで俺はプレゼンをして、制作会社をつけようと思ってたよ。この映画をね。そう。だから俺は制作をしたことがないから制作の仕方が分からへんし、その先の配給が分からへんみたいな。そうね。だからそう制作会社じゃなくてね、これ俺らが制作会社からこう配給を探しに行ったんや。で
どの状態でこう配球ができるのか全然分からへんから、まあ、でどの状態で配球を決めれるのかが分からへん。そうでこれ今俺らは今日本語の英語で撮るっつってるのに日本語の脚本っぽいものがある状態だけでプレゼンテーションしていけるもんなのか分からへんままいったのかな。なんか分からへんやん、でそれをなんか事前にこうミーティングいっぱい組んで、でこれもなんかめっちゃそのティフコムって、参加者リスト全部流れてるからあるから、そこに対してそのメールがあって、全員トゥーになんかもう送りまくってプロデューサーって肩書きのやつ全員に送って、なんかちょうどなんかあるやん、全員に送ってなんかうちの映画ちょっと配給しませんかっつって、俺もう脚本できてます、じゃんけんですゲームの映画ですってまあ英語なんやけど、でアメリカにやりたいっていうのはもともとあったから、アメリカとかカナダとかイギリスの会社だから英語圏の配給会社に対してめちゃくちゃメール送って、でそこで多分ミーティング56件組めたのよ。なんか一応56件も組んでんかな、34件かな、で、出てる会社は大体日本の会社や、ブースがある会社は。そうやろな。でその東京国際映画祭のそのティフコムっていうのは日本の会社のだからアニメとかは人気なんやけど、がこれラインナップを並べてて、でそこに対して半分ぐらい参加者が2000人ぐらいの1000人が外人なんやけど、外国人がやってきて買い付けに来る。でどういうことかっていうと、例えば日本で洋画って流れてるやん。であれを流してる配給会社ってこれ日本の会社なんやねん。で別に、まあ、ワーナーとかなんか超でかい会社ネットフリックスとかはもう直接支社があってとかで、日本で流せるんやけど、それ以外の会社は、まあ、全部支社っていうかもうちっちゃい会社やから支社があるわけもなく、日本の会社が日本で流す、アメリカの会社でアメリカで流す、でヨーロッパの会社で、まあ、フランスで流したりとかドイツで流したりとかっていうのを多言語展開せんとあかんとかっていうので、そういうこうマーケットってすごい活発なんよ。日本の映画が一番集まってる場所ってもちろん日本やから、日本の映画を海外に流したいってなったら、外国人のこの配給会社の人がやってきてで買い付けに来るみたいな、でその一番初めの企画から海外の会社つけたいなと思って、でなんかそういうなんかあれしたらなんかまあその3、4件か5、6件かミーティング組んでてみたいな感じでいた。いい感じや。もしかしたらそこでいきなり制作費ついて、じゃあ今これじゃあ1億つけとれるかってやつがついてっていうなるかもしれん。なるかもしれんかった。で1個さ、ところ、なんか今も第3回やけどさ、1個説明し忘れてたのがさ、俺ら英語で長編映画作るぜってずっと言ってるけどさ、俺らが英語できひんこと誰も何も言ってないね。まあこれ忘れて日本人なんて誰も英語できる。みんなできん。まあ確かにみんなできん日本人が英語なんかできんもんな。だからその俺たちがその英語というものに対して何もこうストレスなく作れる状態ではなかったわけよ。そうやね。まあそういう状態で作ってるよということを改めて先に言っとかへんだからなと思って。確かに。だからもう全然外人とのミーティング俺余裕やでみたいな話は全然なかったよ。片言でミーティング。これから多分撮影のタイミングとかさ。脚本ももちろん日本語で書いてるよってことや。そうもちろん日本語で書いてるよ。でこの場にあるのは全部日本語の脚本だよっていうところをちゃんと言っとかなあかんなと思って。そうや。それ忘れてたな。確かに。忘れた。ティフコムのその営業っていうのは武器として持ってたのはその日本語の脚本。いや、日本語の脚本と、英語にしますせっていうのとそう態度英語にしますせという態度と一応英語のデック資料を作ったんちゃうかなこれ。あまあそのスライドでね。そうデック資料ってなんか映画を作る、まあ、そういう場所でこうプレゼンするための資料を作らんとあかんくて、まあ、この映画はどういう映画でどういうところを狙っててどういうジャンルで大体こんな流れですよみたいなことで、それリンク貼っといたらいいんじゃん。リンク貼っとくリンク貼っとくその資料のじゃあ Google のね動画の概要欄か概要欄YouTube 全然慣れてへん人じゃあじゃんけんでしますか。はずすぎるやろなこれ何やねん。これ違うか。だから大事なんが別にさ脚本全部読むわけじゃないやん。いきなりプレゼン大事なのはシノプシスっていう概要、映画の概要をシノプシスっていうんやけど、でそれだからじゃんけんですゲームでこういうふうに、まあ、あらすじとシノプシスみたいなのがあって、でなんかこうやってなんかこうやって戦ってみたいな、でじゃんけんしてみたいな話をまとめてそれを英語にしてなんかプレゼンするみたいな、まあね、その時言ってたのがなんかじゃんけんですゲームロックペーパーシザースデスゲームみたいな感じで言ってて、でまあじゃんけん版イカゲームですよっていうのが今なんか時に一番伝わりやすい、まあ一番わかりやすかったな。っていうのでそれをシノプシスにしてなんか
毎日で資料はでこういうキャラクター出しますみたいな、でよくあるのはそこに対して、映画を初めに売り込むときにじゃあ俺らみたいな無名監督がいきなりやるかっていうと、それ買い付けが来るかっていうとこれ無理ない。まあ無理やな。まず使えへん。無理やったな。無理やって無理ややって俺は何も知らずに行って、無理やなってなってやけど、蓋開けてみるとこれ大事なんが誰が出てますね。まあそうやな。無名監督何でもいいんやけど誰かしら有名な人が出てるっていう状態がすごく大事で、ソリー、でなんか海外のやつとかでさなんか今海外じゃなくてもいいや、じゃあ有名な、もうこのじゃあ例えばもうディカプリオが出てますってなった瞬間に、もうこれ対策ない。まあそうでこれ低予算、で向こうでいうと低予算映画でも、例えば20億で作ってますっていうのでも、これディカプリオが出てるだけでもう興行収入保証されたようなもんない。まあ、それこそさいわゆる日本においてさアイドルとさなんか綺麗な人のさ恋愛映画が出るのはやっぱりそれなんや。それは結果そいつらについてるファンの数が分かるから大体これぐらいは立つよねっていうところが決めれるからやろ。だからこれさこの後に出会ったこれね。そうB1P みたいな人から聞いたけど、あれやん日本国内においては大体8% ぐらいしか興行収入をオンしひんだろ映画。何それ。で国内映画って 92% 赤字やでっつってる。ああそういうことね。そういうことね。だから全然売れへんわけよ。だから売れへん市場の中でなんとか売らすためにっていう今の手法がそう客付けついてる人を出す、そういう映画にしてなんとかそれを持たせるっていう、でその中で何本かに1本すごい当たったらラッキーだよねっていうのが今の日本映画のさ完全そういう縮図になりつつあるよな。まあそうやね。なんかそもそも商業映画っていうのと多分俺らみたいにインディー映画っていうのがあって、自主制作なのと、さっきみたいに興行収入ありきでこう作られた映画とまず考え方が違くて、でアメリカなんてなんかもっとこの商売がなんかスタンダードなあれやから、そういう商業映画で低予算やけど、どういう人やったらどんぐらいのラインでこう売れるかっていうのが大体なんかもう向こうであって、でなんかやっぱり誰が出てるかが一番聞かれる質問言って、こういうところに行ってこういうことプレゼンするときに、なんか有名な人出てんのって言われて、いや出てません誰キャスティングするかまだ決まってません決まってませんみたいな、コンセプトこれだけですって言って誰にも刺さらんよな。そういうことやってるな。だからなんかこの脚本はなんかさロッキーとかそうやったって聞くやん。誰だっけ主役の顔でシルベスター・スタローン。シルベスター・スタローンが自分で脚本を書いて、でそれを出しに行ったら、この脚本はいいで買わしてくれって言われたけどその金額じゃ売れないっつって自分で作ってバーンっていったの。それで2、3二足三門やな。そうだからそのパターンもあんねん。そのパターンもあるんやけど、多分これはさっき言ったように再現性がないもうめちゃめちゃこう、ほんまにその一本みたいなそれしかないぜみたいな映画やと思うね。だからまあ僕らは何も分からずにそういう映画を売りに行くっていうことをした時にこの時点でこの脚本で何か、じゃあ君に出資するよみたいな感じだからここはもうパトロンがつくかどうか言うたらでつける時にすごく大事なポイントが有名な人誰が出てるのをやったってことやな。そうやね。そうやね。それが実はやっぱりプレゼン資料には必要やったっていう。だからうまくいきませんでしたとここでは。いかんかってなんか一人海外の人がなんか共同制作しようよみたいななんか一応あったんやけど、持って帰ってきて僕らがもうちょっと喜んだよ。そうね。なんかデイビッドいけるかもみたいな。ロン毛ね。デイビッドいっぱいおるから。どのデイビッドかは分からない。俳優もしているそうなロン毛で俳優はしてない側のデイビッドや。そっちか。俳優してるデイビッドもいるけど、いっぱいデイビッドいっぱいデイビッドっているからな。じゃないデイビッドで、そのデイビッドが、確かなんか共同制作でこのしてで向こうは多分金出さへんのよおそらく、金出さへんくて、だからこうその収入のなんか4割ぐらい向こう持っていくみたいな、3割か4割かなんかで多分相場2割とかのはずやって、なんか他の人に聞いたら、危なかった。まあそういうわけわからんままね。でもよう分からへんからさ、なんか長いこう契約書まで来たんや、よう分からんけどなんか結構いろいろ金かかりそうやなと思って、なんでこっちから金払わんとあかんのやろうなと思って、なんかちょっと危ないなと思ってそれはやらんかった。
まあ自分らでちょっとやってみたいなみたいな意思も一応あった。まあそうね、うん、でもまあそれちょっと嬉しくなってやっちゃう人とかは損したりしちゃうんやろな。そうちょっと危ないから、そうなんか気をつけた方がいい。その長編英語映画を、その初めて何も経験ないとこが作るそこのあなたにはこれはかなり危ないポイントやね。危ないポイント、その危ないポイント海外やしプロデューサーに声をかけられたら危ないねこれは。で、そもそもこれ後から知った話なんやけど、まあ初め長編映画突然作ろうっつってのもこれおかしくて、だからやっぱり長編映画作るやつって自分で金出すわけないやん、普通金かかるから、でだからそこはもうすでになんか俺はちょっと違うくて、作り方がね。で一般的にはやっぱり作る場所に、監督やりたいんやったら監督としてアサインされる、だから監督志望です脚本志望ですやったら、まあそこに出したらよくて、で、それになるためにはまずもう短編映画を作って、これはもうこういう作り方でいいと思うんやけど、で賞を取んねん。でもうその道しかないみたいな。その道ね、彼に任してみたいねって思みたいわれるように。ねって、だからもうその映画祭でさ、パトロンがつくんよ。まあそういうことやな。それがまあ言ったらスタンダードというか、まあそこしかないわけやな基本は。これ以外の道って多分ほぼないはず。まあ趣味税よね、朝はね。自費で。趣味税。趣味税、そう。自費で作っちゃった。いやなんかマジで自主性、だから世の中のインディーってほとんどインディーじゃないなと思ってて、いややっぱりプロダクションがついてるから、プロダクションで別に監督が自分で金出して、まあ金ももちろん出してるやつは出してるんやけど、なんかその中のこうなんかもともと映画業界やから、その出先というかがあったりとか、まあそうね。で言うとまあ別に亀止めが悪いとかじゃなくて、亀止めもあれも一応映画のこう学校のプランやから、一応出先として映画館に出せるっていう状態だから、もう一応まあパトロンではないからスクールやからね。スクールやからね。だから一応パイプがありつつのやってごらんみたいな、なんかこの受け皿があったみたいな。俺はもうなんかすごいとかじゃなくてただ単にアホなんやけど、ほんまに何の受け皿もない中で勝手に映画作るわっつって、でなんかマーケットよう分からへんからとりあえず行って学ぶみたいな感じや。だからその映像を作ろうとしてるだけだな俺は。そう映画とならないかもしれないという状態で作ってるわけだから。映画は映像と違う。そうなんかこのマーケットが全然違う。まあそうそこが結構でかいかもしれん映画。それにすごくドメスティックな場合もね、映画って誰と誰がつながって誰の弟子であるとか、これそう補助金もあったわいっぱい。補助金あったな。補助金いっぱい永遠出して全落ち。全落ち。何の実績もない。で補助金も結局やっぱり誰々の知り合いとかっていうところがやっぱり強いんだよな。どこ出ましたか、どこで学びましたかとかっていう項目めっちゃあるんだよ。なんかで。なんかそもそも長編映画の監督経験がありますか、1回以上ないと出せへんとかいっぱいあるの、誰のための補助金なんやろうとずっと思ってたんやけど確かにな。そうじゃない、そいつらがついてるもん。そいつらだってもうついてるやん。そうついてんねんからそいつら別に1000万いらんやろって思うのよ、初めての人に機会を与えろよって思うんやけど、まあでもそういう本当にそういう業界やからまあしゃあないよな。いやなんかもう取り尽くしもなかったよね、どこで学びましたかなんてお前なんか学んでるから YouTube に決まってるやろ。 YouTube やもんなその借りた映画、やっぱ YouTube が全てよ。YouTube とかってお前映画見てたっていうことぐらいがこのまあ映画見てたの。俺映像技術は YouTube で学んでるから。あそうか。そういや本当にそうやもんな。いやそれはほんまにそう。そうやもんな。 YouTube で見よう見まねでこのスタジオ作ってるから、見よう見まねで作ってるもんな。見よう見まねで全部。だから一回も学んで。まあ学んでるよ。誰かから指示を受けていないってこと。まあ指示で学んで、そうYouTube で学んで。これはほんまにそうやったらなんかでもそういろいろなこれからの出来事も含めて、そういうところなんやろうなっていうところ、それは言い悪いじゃなくてそういうところなんやなって思うな。しゃあないけどな。そうやね。じゃあ結果としていろいろアタックしてみたが、なんかあんまりお金も手に入らなそうで、で脚本っぽいやつができているっていう状態が今そう日本の会社がなんかいいじゃないできたら持ってきてって言われた。僕もねそのタイミングで映画館に回るっていう、回ってたわ、やってなんかこういうの作ろうと思ってるんですけど、なんか上映されるにはどうしたらいいですかねっていうのを聞いたら、
できてから持ってきてって言われてまあでもそんなやつ相手してたらあかんもんな。いやそうなんやそら映画館作るか分からへんからなまず作るか分からへん。作るか分からへん。でほとんどやつは作らへん。そうそうだからそういうことだよな。なんかあそれはそうやなとは思う。まあでもこの辺も何も分からなかったからな。分からんからやるしかないよ。でもやっぱ補助金だけはね、いまだに消せない。悔しいいやマジで誰のための補助金なんやろっていうのはめっちゃ思う。まあね。なんかこう新しいクリエイター出すためって言ってさ、それってもうベースがあるやつやねん。ほぼマジで要件こう応募してもらったら分かるんやけど、多分やってる映画の制作者は多分結構いると思うんやけど、なんかもうまず応募期間が短すぎる。マジでこの公募始まってから2週間以内に出さんとあかんねんけど、いやこれ何出さんとあかんってかっていうと映画の PL 全部出さんとあかんねん。だから今回の映画でいくらかかってみたいなね。もうで全部予算なんぼでどこに何円かかってでこれチケットどんぐらい売れると思いますかみたいなとこまでも全部書かされるんやけどこれ無理じゃねみたいな。だからそもそもその補助金2週間でそれがいきなりだから告知も特にさ知らんからさ自分でもう毎週毎週いやもう探してんのよ。もう補助金っつって文化庁のやつとかなんかこの東京アーツカウンシルとかなんかビーポとかバイポって読むかなんか知らんけどいっぱい毎回調べてでもうマジでインターネット立ち上げるたびになんかこう補助金で新しいの出てへんから「お出てるわ」みたいなやったらあと2週間ですみたいな。絶対こいつら知ってるやろ。まあそうだよな。そういうこと決まだな。ってそうやな決まってんの。そうで通ってるやつ東映とかやまあいるんやろ1000万みたいな東映の1000万関係ないもんな。 1500万とかなんかそんな感じなんや。めっちゃ欲しいのにさ俺らからしたらバジェット倍になるみたいな話そんなんせせこいやんまあせこいな。せこいやんこんなんそんなんいい人集まってなんか儲かりそうやんもう知らんけど東映作ったらさ儲かるって儲かるか分からんけどその1000万の補助金を払ってその映画が儲かっても補助金やから別に国は儲からへんわけやんか。そう何のためにすんねんな話やんな。もうなんかその若手こう発掘でちゃんと発掘しろよと思って俺を見つけろって思ったわ。いや全然見つかってない苦悩してますね。思ってへんやろお前ますね。思ってへんやろお前全然思ってへんまあだから今まさに今大体20分ぐらい話してんだけど、その結果その3人がいて、脚本がいる状態をまだ抜け出せてない。それだけの状態をまだ抜け出せてない。確かに仲間集めテーマやんな今回仲間集めテーマやけどいやでもね映画をこう学ぶというか映画の市場をここでやっぱりこれがあったからあってそこに行ったらやっぱりティフコムがでかいティフコムでこうこれがないとあかんねやっていう業界の構造を割と知れたとかやな知れたっていうのはだからまさにそこでコネクションを持たへんとキャストも呼べへんし、いろんな人呼べへんしっていうのは思ったわけやな。そうやね。でそっからじゃあ次何をしに行ったの。ティフコム終わって何したっけ次何したっけ次何したんや。次何したっけ次クラファンじゃないの。クラファンクラファンはじゃあ別視点ちゃうか。まあ、仲間言ったら俺たちの外の仲間を集めるというかは、だからその流れで言うともうキャスティングキャなんじゃない。スティングちゃうかな。だからキャスティングちゃうかな。特殊効果決定って書いてるけど。ああだから制作する人ってこと。制作する人か。特攻なんかこんな早く決まってたっけ。決まってたっけ。これは紹介してもらってたね。じゃあ誰に紹介だからそれしたの。東映経由なんや。いやでここでもう一個ティフコムにもう一個やってたのが制作会社を探すってこともやってたね。まあね。でなんかいや結構ミーティングしたのが何やったかな結構でかいギークピクチャーズとかとミーティングしたんや。でそこで、ギークピクチャーズでなんか結構でかい制作会社、ソフトバンクの CM やってるとか、なんかそっち系結構やってるやつ、でなんかそこの人に多分話してて、でなんかシーンブレイクダウンが必要だよねってその人に言われてる。おおなるほど結構でかいな。そうこれ俺の収穫そこでティフコムのシーンブレイクダウンっていうのは脚本からシーンに落とし込むところ、だからこれ、カットを別に分けてなんかカット割りとかって言われるんやけど多分、でそのなんかカメラがあってさでこの時にこの役者が出てとか、そうね。でそれのなんかブレイクダウンするみたいなだからシーンブレイクダウンって言われる。シンプルに、藤井なんか俺に突っかかってきて今なんか言葉でなんだよ殺してやる。でこのなんだよぶっ殺してやるっていうだけが脚本やとなんだよぶっ殺してやるだけしか書いてないんやけど、このなんだよぶっ殺してやるを、このなんだよの部分は藤井をこちらにカメラ向いてるこちら側に抜いてぶっ殺してやるをこっち側でカメラ向いてるね。これカット割りみたいな。カット割りしてでそれぞれどういうところから抜くかっていう。そうでそれが一シーン
ワンカメラじゃないからね。そうでこれなんで必要かっていうと、まず何のために必要かっていうとこれ予算を弾き出すために必要だよ。だから予算まず決まらんとあかんやん。だからさっきざっと1500万っつったけどさ、その1500万でやるためにじゃあまずロケ代があってキャスト代があって機材代があって、なんか人件費があってとかでバーっていっぱいあって、でこれを計算しないからにはまずあれやから、じゃあまずこうロケーションのさ、ここでロケしますで多分このぐらいお金かかります、その移動費とかも含めて、でそのまあここの細かいところまであれないけど大体こういう布陣でやりますっていうなんか大体機材の重さのイメージがこんぐらいです。であとはそのカメラマンじゃあ現場に何人いますとか、ね、美術どんぐらいやりますみたいな、なんかそこの計算が必要やね。確かに。だからそれをするためにこのシーンブレイクダウンをすると何がいいかっていうと、まあ大体ワンカットどれくらいっていう時間のコースは分かるわけやな。それででかつそのシーンをいろんな角度から撮るわけやから、カメラ台数どれくらいいるかっていうのは分かるから、当日何時から何時までってまあ基本的に動ける時間が決まるから、それを撮り始めるとざっくりこのシーン撮り切るために何日必要かっていうのが分かるってことです。そうすると人件費とかその基本的な機材費とか全部時間で作れるから、1日大体稼働したらどれぐらいっていうのが分かるから、じゃあこのシーンを撮り切るためには何百万必要です何十万必要ですのが分かるようになるから、それが必要だったってことやな。まあそういうことよ。これ予算大事やね。予算次っていうかちょっと分けへんとあかんかもしれん。長くなるよ。仲間集めと予算ってこう切っても切れないあれやから、確かにね。なんかこう前編後編の可能性があるねこれ。だからこれ仲間集めの話をしつつ、今の話若干仲間集めからずれてるんやけど、実際はこれが仲間集めをする上で必要なルールとしてないといけないものやな、このシーンブレイクダウンって。で多分仲間集めの路線多分これもう全部同時並行で走り出して、じゃあカメラ撮る人でそうとかとりあえず爆破人を爆破させるためにこれ絶対実際撮ろうってこれだけは決めてたから、初めから特攻をやってたよ。特攻をやれる人、この血をバーンって爆発できる人を探したりとか、これも俺は別にできないからね。でこれ探したりとか、あとはまあキャストやね。キャストやね。外人キャストをどうやってやってる、これが一番見えてなかったんやけど。日本語じゃないからね。英語でかつ日本にいていただかないと。それで言うと撮ったのも全部日本なのよ。言ったら英語映画を作るって言ってるけど、撮影場所は全部撮影場所が日本やったらこれ営利で出してから気づいた。俺は邦画ですか洋画ですかって聞いて、日本で撮りましたか、日本で撮りました、じゃあ邦画ですって言われた。邦画ない。邦画です。俺だって邦画作ったんや。邦画。そうなんや。俺洋画やと思ってた。俺も洋画やと思ってた。英語だから。俺は邦画作ったんや。変な邦画やな。そう。邦画です。邦画やったんや。全米英語。全米英語長編邦画。長編邦画。長編邦画です。まあしゃあないな。普通の邦画。それは確かにいろんなまあそういうことやな。だってメイクとかもいるなとかさ。そうメイクとか。で衣装ね。衣装さんもいるなとか。ほんまいろいろある中で、まあだからまあその金の部分をまずは金やね。やっぱりどう転んでも俺はいやこれが難しいところだけど、監督とプロデューサーを兼任するってこれちょっとまた次回以降なんやけど、これめちゃくちゃ大変というか大変じゃないんやけど、こう使う思考が全然ちゃうねん。やりたいこととやれることの違いやもんな。そうでプロデューサーはやっぱり金を司ってどれだけ短く安くでこの圧縮してやるか、でディレクターに責任を持ってるわけ、でディレクターはどんだけいいものを作るか、面白いものを作るか、だからもう金を使いたいやつとこれ縛るやつが一緒にいるっていう状態が、これが矛盾を自分の中で抱えながら自分の中で戦いながらやるのよ。だからこれって多分分けた方がいいもんにはなるっていうのはすげえ思った。だからまだこれ後で制作中でな。確かに映画ってなんかプロデューサーと監督基本分かれてそうなイメージ。分かれてるね。やる仕事が違うってことだよな。そうでなんか多分そこも入ってる監督っていうのは多分名前貸しみたいな感じ。スピルバーグとか、なんかそういう制作総指揮とか言ってるけど、制作総指揮ね。そうましてや自費やからな。
なんかいやもうよりもう俺ダイレクトに俺ダメージ受けてるからこのシーンをこだわるかどうかで俺の何万みたいな、そうそういうことだからな。そうだからもうこれマジでダイレクトに俺のなんかもう生活がかかってるからそれぞれのシーンで、だからどっちかというと監督よりもプロデューサーの方が比重としては大きい。まあそうだな。なぜかというと死ぬから、まあ、死ぬからな。死ぬかいいもん作るかやったらもう死なないかいいもん作るかやったら死なない方が選ぶよ。死なない方がいいよな。俺もそう思う。だから俺は凡人なんで死なない方を選びました、おそらく。なんで多分初め予算策定をめちゃくちゃ頑張ってやった。だからまあなんかここから撮影の話なんだけど、一番深い撮影3日間は1日ずるだけで数百万変わったもんな。終わり。1日もし伸びたらそこにいるキャストを残さないといけない、エキストラ残さないといけない、撮影全員残さないといけない、それだけで宿泊でも終わり死ぬ大。でやっぱそれを両立したからコンパクトかつ安くできたっていうのもあるよな。多分その判断をプロデューサーとディレクターがこう戦うみたいな。それは無理やね確かに、まあその中でやれって話やけどね、監督がまあね。なんかあんま関係ないかもしれないそれ。間違えちゃった。嘘じゃん。嘘じゃん。嘘やって間違ってへんよ。お前が間違えたことはないよ。大丈夫じゃん。すごいじゃん。まあそういう感じやね。ちょっと一旦後半これもしかして。まあ後半にした方がいい。まあとりあえずちょっとね一旦整理しようぜ。整理しよう。俺たちは仲間集めの話をしようと思って。予算と仲間集めは切っても切れない関係にあると。それがもう分かったら今な。気づいてんな。気づいた今。だからとりあえずシーンブレイクダウンを作って自分たちの映画がどれぐらいの工程になるかっていうのを洗ってみて、大体じゃあこれぐらい金必要になりそうやなっていうところを考え始めましたみたいなところまで話せたって感じかな。まあそうやね。でそこからだからどれぐらいの人を関わらせるのか、そこに誰をはめていくのかみたいなところをじゃあ後半の回後半でお届けできたらな。じゃあじゃあすいません。はい。これ仕事なんで。それでは行きましょう。じゃあ次回もお願いします。じゃんけんほい。よっしゃ。さあ次回は予算編の、仲間集め後編のと言いつつ予算めっちゃ大事やんっていうんじゃん、仲間集め後編ではあると思う。仲間集め後編はだから集めるためにしっかりとバジェットを組みましたっていう。でやっぱ予算計画なんじゃない？仲間集めどれだけ費用を払うかってことです。そう仲間集め後半は仲間を集めるために予算計画を立てましたと。その予算計画をどう立てたのかみたいなのを含めてだらだら話します。OK。ではそれで。